もかつ時間の記録 Vlog。今回はドラゴンボールのプラモデルメカコレクションボリューム7亀仙人のワゴン車です。塗装編その1。前回未塗装で組み立てたパーツを水性アクリル塗料でフリーハンド筆塗りペイント記録 Vlog です。このキットは2017年に発売されました。ペイントの様子はハイライトで使用したカラーごとに見ていきます。今回はワゴン車の4輪と基板の部分と4体のキャラクターです。塗料は水性アクリルのファレホを基本に下出るカラーを要所で使いながらオール筆塗りで色付けをしていきました。使用した筆は基本は模型塗装用の面相筆。面積の広い箇所は平筆を使って時短させ効率よく塗装しました。ベースとして色分け塗装する箇所にまずファレホのモデルカラーホワイトグレーを塗りました。白系塗料では最も隠蔽力強く信頼のおけるカラーです。少しグレー味を帯びています。一手間ですが、この下地のあるなしでその後の色のりは違ってくるので漏れなくしっかり塗っていきます。機体にはタイヤのホイール部と座席のシートの色分け箇所に、登場する4人のキャラクターには全面に水で薄めた状態で下地を作りました。下地の完全乾燥の後、本格的に色分けをスタート。タイヤのホイールに銀色、ゲームカラーのシルバーです。黒パーツなので基本タイヤのゴムの部分は残していきます。工程は下地塗りから上塗りの大きく2段階です。今回の色塗りに使用した塗料はこちら。続いて面積の大きい座席シートの部分。ゲームカラーのローズフレッシュです。明るいオレンジのカラー。面積が大きいので一度乾燥させてからの2度塗りでしっかり色をのせました。ファレホは世界水準で最高級の水溶性アクリルカラーと言われ、筆塗りによる塗装が滑らかに、筆ムラも出にくく広い範囲に塗装ができます。ゲームカラーはファンタジックな特別色で、人物、モンスター系フィギュアに適した鮮やかな色がメイン。粘度は低め、隠蔽力、塗膜は強い特性を持っています。水溶性で無臭、速乾、均一で色ムラが出にくい、マットな仕上がり。これらが何といってもファレホの魅力です。ペイントにはヘッドルーペは欠かせません。設定は 3.5 倍のレンズで作業しています。タイヤのホイール部に上塗り。次に使ったのはモデルカラーのライトブラウンです。4人のキャラクターとそういきます。ゲームカラーのオレンジファイヤーを使用しました。悟空、クリリン、ヤムチャのいわゆる亀仙流の道着のカラーです。オレンジは隠蔽力には少し不安もある色ですが、下地の効果とさすがファレホでしっかり色は乗っていきました。往年のコミックスに登場したドラゴンボールメカを手のひらサイズで全7巻集められるというのがコンセプト。鳥山明先生の描く独創的でレトロチックなメカを手のひらサイズのプラモデルとして再現されています。次に青です。亀仙人の上半身のシャツのカラーと悟空とヤムチャのリストバンドと帯紐カラーにしました。明るい鮮やかなブルー。ゲームカラーのマジックブルーです。ファレホの隠蔽力が強いのは顔料の含有量、比率が高く設計されているということと、その粒子一つ一つが細かく、そのため均一に塗れるという特性を持っていることによります。そして肌カラーはモデルカラーのベーシックスキントーンです。文字通りフィギュア塗装では標準的な肌カラー。下地の白が効いて色は乗っていきますが、それでも塗装面積は大きいです。色ムラが出ないように下出るカラーのテクニカル、ダーミアンメディウムという溶剤塗料を使って水で薄めながら色をのせていきました。フォローで入れる下出るカラーはホビー用の水性アクリル塗料で、イギリス発の独特の形状のボトル入り塗料です。モデルカラーはファレホの筆塗りのスタンダードです。色数も多彩で、必要に応じて調色も可能。プラモデル、フィギュアなど多彩な模型塗装に応用できます。メカコレクションは全7キット。それぞれに連動ギミック用のパーツが付属していて、7キット分全部揃えると、ブルマのロマンティック戦闘機が完成するという企画になっていました。続いて赤です。ゲームカラーのブラッディレッド。鮮やかな赤カラー。
亀仙人のキャップのひさし、腕時計に、濃いグレー、悟空とヤムチャの頭髪、亀仙人の下半身などに、モデルカラーのダークグレーを使いました。最初薄く色をのせて面積が広いので、塗ってるうちに乾いてくるんで、そこに色をのせていくという流れで作業を繰り返しました。広い面積は筆で塗りに行ってしまうとムラになりやすいので、先端で叩いて色をのせていくイメージで作業をしました。亀仙流のマークがポイントのワゴン車です。亀仙人が所有のカプセルコーポレーション製のワゴン車。リアウィングスポイラーを装着して安定した走行。4人で使用しても車内空間は広々しています。悟空、クリリン、ヤムチャの目と亀仙人のキャップやサングラスに白を塗りました。モデルカラーのホワイトグレーです。少しグレーっぽさもある白カラーで適度な粘性で隠蔽力強いです。亀仙人のサングラス、キャップにモデルカラーのライトグリーンです。塗装箇所が入り組んでいて少々塗りづらいですが、塗料は適度な粘性で扱いやすかったです。かかった時間はキャラクター、機体全部合わせて約70分の塗装でした。最後はディティールを書き入れ、使ったのはマービー4ドローイングブラウン 0.02mm の水性ペンです。クリリン、悟空、ヤムチャのフェイスと亀仙人のキャップの亀の文字に。塗装後は水性トップコート、艶消しを全体に吹き付け、乾燥させて完成です。色塗り終わった各パーツを組み上げていきます。ワゴン車の基板パーツに4人を登場させます。まずは後部座席から、助手席のヤムチャを接続。そして運転席の亀仙人です。このワゴン車のシーンは第22回天下一武道会のタイミングです。フロントビューからリアビューまで。ということで、ドラゴンボールメカコレクションボリューム7亀仙人のワゴン車塗装その1、パーツをフリーハンド筆塗り水性アクリル塗料の塗装 Vlog でした。次回はワゴン車外周部パーツとロマンティック戦闘機を塗装します。ご視聴ありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。チャンネル登録、高評価、引き続きの応援のほどよろしくお願いします。